こんにちは、もしくはこんばんは。三角ペンタです。前回動画から1年以上のご無沙汰となりました。ようやく第5弾の改造プラレールが完成したので、ご覧いただきたいと思います。今回制作したのは、ペンシルバニア鉄道の T1 型蒸気機関車です。T1 型蒸気機関車は、この特徴的な見た目から、ご存知の方も多いのではないかと思います。詳しい解説は、64電電子が面白くわかりやすく、愛に溢れた動画をいくつも作成されているので、そちらをご覧いただくのが良いのですが、簡単に説明すると、2組の走り装置を持ち、マレー式とは異なり関節を持たない、デュープレックス式という蒸気機関車で、2軸ずつに分かれた大きな動輪が目を引きます。そしてそれ以上に、シャークヘッドデザインの優先形が特徴的です。私は64電電子のこの動画でデュープレックス式を知り、T1 型のデザインに一目惚れし、改造プラレールでデュープレックス式を作るならこれ、と思っていました。その T1 型蒸気機関車のデザインですが、大きく3つに分けることができるようです。1つ目は、2台作られた、ノーズがよりシャープな試作型。2つ目は、試作型に似ている前期生産型。3つ目は、前側シリンダーあたりのカバーがなくなった後期生産型。今回制作したのは、このうち前期生産型です。前期生産型は、これも特徴的な、3つの丸窓があるカバーがついていて、試作型と比べて側面のカバーの裾が短く、迫力のある動輪がしっかり見えます。私は、この前期生産型のデザインが好みなので、そのデフォルメを目指して制作することにしました。T1 型の改造プラレールは、E4 系新幹線のシャーシをベースに制作しました。E4 系を使ったといっても、今回の T1 型には仕込みたい機能があり、そのためには2スピードタイプの動力ユニットが必要で、これを調達した結果、たまたま E4 系だったというだけなので、ボディは使用しません。改造はまず、E4 系の動力ユニットを、前後逆向きに取り付けます。さらに同じ動力ユニットをもう一つ調達して搭載し、動力をつないでデュープレックス式の2組の足回りを再現。電池は淡水車に乗せて機関車まで配線します。シャークヘッドや3つの丸窓のカバーのほか、機関車の特徴的なデザインをそれっぽく再現して、ペンシルバニア鉄道 T1 型蒸気機関車の改造プラレールが完成しました。どうぞご覧ください。プラレールの改造で製作した、ペンシルバニア鉄道 T1 型蒸気機関車です。早速、詳細をご覧いただきましょう。右前方から見てみます。シャークヘッドと三つ窓のあるカバーは、微妙な曲面でできていました。なかなかうまく再現できたのではないかと思うのですが、どうでしょうか。前照灯は LED ではなく、D51 と同じ麦球を使用しました。機関車を右側面から見てみます。シャークヘッドのノーズを、ちゃんと逆スラントにできたのも気に入っているポイント。機関車のボディは、H10 型製作時に一つ余っていた、D51 のボディを素材に作りました。車輪はボックス動輪にするため、前後とも D51-200 号機のものに差し替え、T1 型というには動輪径が小さいのは、気にはなりますがやむを得ないところです。キャブは、前面が斜めになっているところや、側面の窓が斜めに出窓になっているところも再現しました。その後ろの淡水車は、新たにマードックの淡水車を調達して製作しました。高端上部の円筒形のタンクのようなものや、アンテナのようなものを再現したので、結構ごちゃごちゃしています。また機関車側のつま面も、T1 型の鉄道模型を真似て作り込んであります。機関車の上面はこんな感じ。ここも、細かいパーツは、
主に鉄道模型を参考に作り込みました。ボイラーの手前の方は断面が四角形ですが、この辺りから複雑な形状の流線形になっていて、本当に面白くて魅力的な形をしています。機関車の内部の構造はこのようになっています。モーターを両軸のものに換装し、こちら側に新しく飛び出た軸から、もう一段回転軸をかませることで、前側の動力ユニットに動力を伝えています。また、前後の動力ユニットをロッドで繋いで、一つのスイッチで両方が連動するようになっています。動力ユニットの内部の構造や、車軸の位置には手を加えていません。このため、完成した T1 型は、通常のプラレール車両と比べて、車軸間の距離が5ミリほど長くなってしまいました。色は黒のように見えますが、ほとんど黒に近い緑色をしています。タミヤカラーのブリティッシュグリーンの上から、同じくタミヤカラーのスモークを吹き重ねて黒くしました。黄色のストライプは、最初にタミヤカラーのキャメルイエローを吹いて、マスキングで再現。ロゴや車両番号はシールで作成しました。それでは解説はこのくらいにして、お待ちかねの走行動画をご覧いただきましょう。T1 型が牽引する列車が、出発を待っています。発車しましたが、前側の動輪が盛大に空転しています。というわけで、前側の動力ユニットのローを無効化して、空転の再現ギミックを仕込みました。はいにすれば、T1 型らしい快速を見せてくれます。の、つもりだったんですが、ハイスピードモードで走行させていても、上り勾配や曲線などの負荷がかかるところでは、空転が発生しています。完成披露で説明したように、この T1 型は軸間距離が長くなっていて、曲線レールでは前後の車輪が、ギリギリで収まっている状態なので、余計な負荷がかかっているのです。また、牽引力も足りていません。機関車に電池が乗っていないため車重が軽い上に、簡単に言ってしまえば、モーターの出力の半分を、グリップしない前輪に割り振っているからです。モーターの出力については予想していて、モーターをトルクチューン2プロにしたのですが、それだけでは十分ではなかったようです。まあ、図らずもであるとはいえ、T1 型の空転癖が再現されている、と、捉えることもできます。直線区間になればそれなりに速度は乗りますし、2つのロッドを高速回転させて走る姿はかっこいいので、これで T1 型改造プラレールの一応の完成としたいと思います。ここまでご覧いただきありがとうございました。今回の改造は、思いついた通りのギミックを作れたのですが、思い通りの走行ではなかったので、少し悔しさが残ります。また、プラレールの車両は、こういった走行性能もきっちり詰めて、製品化されているんだなと思い知った次第です。さて、次回の改造ですが、実は T1 型に引かせる客車が作り半端なため、まずはこれを完成させようと思います。完成したら動画にしますので、またご覧いただければ幸いです。それでは、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。